それでは本日の労務相談 Q&A です。質問の方が、地方の事業所を閉鎖しましたということで、労働保険の質問です。弊社の地方の事業所を1箇所閉鎖しましたが、必要な手続きを教えてください。本店一括していた事業所ですということで、まず、労働保険の手続きですけれども、継続事業の一括をしていると。で、本店が指定事業、地方の事業所が非一括事業として労働保険料をまとめて納付していた場合、非一括事業の取り消し、削除の手続きが必要です。もう一つ、雇用保険ですけれども、閉鎖する地方事業所がどのような区分で登録されていたかによって対応が変わると。事業所の被害等承認を受けていたのか、それとも個別に適用事業所となっていたか、どちらかによって対応が異なるということで、それぞれの手続きが記載されています。この2つをちょっと改めて整理します。継続事業の一括と事業所被害等承認、何が違うのか。同じ本社でまとめる制度でも、まとめている内容は全く別物ですということで、結論、まとめているのはお金か人かの大きな違いがあります。継続事業の一括っていうのは、これ、労働保険の徴収法の方で、対象は保険料の申告納付です。お金の計算支払いの事務を本店でまとめて計算できる。労災保険料、雇用保険料をまとめて申告納付できる制度なので、いわゆる財布を一つにまとめる制度になります。で、一方、事業所被害等承認というのは雇用保険の話で、対象は雇用保険の被保険者に関する届け出、人の出入りに関する事務になります。資格取得届や喪失届、転勤届などを本社でまとめて処理できるようにする制度です。これは拠点を独立した事業所として扱わない制度になります。比較表はちょっと飛ばしまして、で、今、雇用保険の話は出てたんですけど、では、じゃあ、労災保険はどうなのかって気になった方もいらっしゃると思うんですね。で、もちろんその継続事業の一括で先ほどもお話しした通り、労災保険料の申告納付はまとまります。継続事業一括にしてあると、まとめて申告納付できるんですけれども、加入の手続きですね。で、そもそも労災保険は雇用保険とかと違って、個別の届け出がないですよね。労災保険取得するとか、創出するとか。ですから、雇用保険のように設置届を出すとか、被害等の手続きっていうのはありません。で、労災保険の給付の方なんですけども、労災給付とか休業保障給付とか。で、こちらの方はまとまりません。もし労災事故が発生した場合は、その、事故が発生した事業所を管轄する労基署に個別に請求することになります。本社の方でまとめて本社の労基の方に請求するということはできない。その給付、労災の給付に記載する労働保険番号は本店の番号になります。これは非一括、労働保険の非一括の手続きをすると、認可を受けた時点で、非一括された個別の事業所の労働保険番号が消滅するので、番号は本店の継続事業の番号を入れるんですけれども、給付自体はまとまらないので、各事業所を管轄する労基署に提出するということになります。繰り返しですけども、保険料の窓口と給付請求の窓口は別。本店に一括されているのは、お金の流れだけで、労災が起きた場合は、現場の管轄労基への請求業務が残るということになります。で最後に繰り返しになりますけれども、起きがちな3つの誤解ということで、まず1つ目、継続事業の一括イコール雇用保険の届け出も本社完結だと思い込む。これも、労働保険料の申告納付はまとまっていても、雇用保険の被保険者の届け出自体は、被害等承認がなければ、各地方事業所、それぞれの管轄のハローワークに提出が必要になります。で、誤解の2つ目、事業所被害等承認がないと保険料もまとめられないと思い込む。保険料の一括は継続事業の一括だけで完結します。たとえ雇用保険の被害等承認がなくて、雇用保険は別でやっていたとしても、継続事業の一括がされていれば、保険料の申告自体をまとめてできます。で、誤解の3つ目、
継続事業の一括だから、労災の給付請求も本店でできると思い込む。こちらも繰り返しになりますけれども、労災保険の給付請求は、継続事業の一括とはまた別の話になります。事故が発生した地方の事業所を管轄する労基署に個別に請求する必要があるということになります。今ちょうど年度更新の時期になります。申告の際には、今やっているこの事業所は継続一括されているのか、されている事業所があるのか、で、そこのそれぞれの事業所は、雇用保険は被害等の承認がされているのか、それとも個別でやっているのか、このあたりもこのタイミングでしっかり確認していただければと思います。本日は以上です。